家なしです。14の高難易度バトルおもろいけど動線なさすぎ、不分率多すぎ。4年前私もちんぷんかんぷんで超苦労したので、メインクエクリアした初心者が安心して現行の高難易度にチャレンジできるようになるために必要な事前準備や当日の流れを全て解説します。14の高難易度とは大まかな流れ、詳細の流れ、準備フェーズ、攻略フェーズ、補足、この5点でもあります。早速本編どうぞ。まずは概要。14の高難易度に明確な定義はないんですが、この動画では通常よりもギミックが苛烈で時間制限があるバトルコンテンツのことを指します。一口に高難易度といってもコンテンツ紹介動画で触れた通り色々あるんですが、ここでは代表的な高難易度3種類、ノーマル透滅戦に対する極透滅戦、ノーマルレイドに対する霊式レイド、あとは独立したコンテンツである絶、この3種類を取り上げます。報酬はそれぞれご覧の通りです。絶はおおむね名誉報酬、最強装備やマウントが手に入るという実利があるのは霊式までです。ただ霊式で手に入る最強装備も次のバージョンになると高難易度やらずともほぼ同等な強さの装備が手に入るようになるし、バージョン 8.0 からはさらに別の入手ルートも整備される予定です。というわけであまり実利を求めてやるというよりはクリアなりその挑戦過程を楽しむことをお勧めします。クリア時間は人によって異なりますが、私の場合おおむねこんな感じです。ご覧の通り難易度は簡単な順に極、霊式、絶です。極についてはコンテンツによる難易度は大差ありません。霊式はノーマルレイドと同様に1層から4層に分かれていて、難易度も深層になるにつれて難しくなっていきます。絶はコンテンツによる難易度のばらつきが大きくて、私もクリアした最も取り組みやすい絶で約20時間、最も難しい絶では100時間かけてもクリアできない人もいます。というわけで大なり小なり時間はかかるので当然ストレスはかかりますが、難易度が階段状になっていますし、クリアした時の喜びはひとしおなのでぜひチャレンジしてみてください。概要は以上です。続いて全体の流れ。極はマイパッチ、霊式はマイ偶数パッチ、絶は奇数パッチの不定期にリリースされます。偶数奇数つってるのはパッチ 7.0、2、4 とかを偶数パッチ、パッチ 7.1、3、5とかを奇数パッチと言っています。まず偶数パッチの流れとしては、最初にルレを回すなり自作するなり負けボで買うなりノーマルレイドをやるなりして強い装備を整えます。強い装備を整えたら偶数パッチの極をクリアします。極をクリアするとその時点での最強武器が手に入るので、それを引っ提げて数週間後に遅れてリリースされる霊式に挑みます。あとは毎週毎週少しずつ装備が強くなっていくので、各々のペースで霊式を攻略する感じです。霊式をクリアすると俗に霊式装備と呼ばれる最強の装備が手に入ります。で、数パッチ後に絶がリリースされるので、霊式装備を引っ提げて絶に挑む。これが偶数パッチの極から始まる極、霊式、絶の全体の流れです。なお奇数パッチの極については適当で、前バージョンまでに適当に強い装備を集めて適当に挑んで適当にクリアする感じです。奇数パッチの極で得られる武器はその時点で得られる最強の武器ってわけでもありません。なので霊式や絶に向けて武器を得るためにやんなきゃって感じで向き合う偶数パッチの極とは違って、奇数パッチの極は割と気軽に挑む雰囲気になっています。この動画では流れがややこしい偶数パッチの極から霊式に挑むまでの流れを詳細に解説します。それともう一つだけ、コンテンツ紹介動画でも触れた通り、高難易度の攻略形式には見知らぬ8人で一期一会しながら攻略するいわゆる野良形式と、長時間にわたって同じ8人パーティーで挑むいわゆる固定形式があります。体感極はほぼ野良、霊式は野良と固定が6対4ぐらい、絶はほぼ固定っていう感じです。それぞれのメリットとしては、野良は何よりも他人との時間合わせが不要で好きな時に好きなだけ挑めるのと、人付き合いもいらないのが気楽。一方で固定はディスコードでボイスチャットつないでプレイすることが多くて、バトル中も誰かのコールを聞きながらプレイできるのでギミック処理の難易度が大幅に下がるのがメリット。また特に攻略初期は主流のギミック解放が刻々と変遷する都合上、野良でパーティーを組むと解放の認識合わせが都度必要になりますが、固定だと8人以内でさえ認識合わせができれば OK なので、そこが楽でもあります。クリアだけのことを考えるなら固定を組んだ方がクリアのハードルは低いはずです。もし固定に入りたければロドストの日記などで条件に合う募集を探しましょう。で、もしあなたが固定を組むんだったら、私がこれからごちゃごちゃ説明せずとも固定の人に聞けば大丈夫だと思うので、この動画では偶数パッチリリース直後に極から霊式を野良でクリアするまでの流れを説明します。具体的な名前があった方が飲み込みやすいと思うので、偶数パッチであるバージョン 7.4 にリリースされた極グラシャラボラス透滅戦とアルカディア霊式ヘビー級1層から4層に赤魔同士で挑む場合で例示します。ではここからは詳細の流れを事前準備フェーズ、攻略フェーズの2つに分けて紹介します。まずは事前準備フェーズ。作業は全部で3つ。装備集め、マテリア装着、木人透滅です。まずは装備集め。バージョン 7.4 がリリースされたら3種類揃える必要があって、何かっていうと、その時点の最強装備、薬、飯の3つです。飯はスタートアップ動画でも触れた通り30分間一時的に少しだけ能力を上げるものです。薬は何かっていうと、飯とほぼ同じで30秒間一時的にそこそこ能力を上げられるものです。装備、薬、飯3つとも負けボで購入できます
が、全部負けボで買おうとすると500万ギルぐらいかかります。この金策が最初の難関です。装備も薬も食事もギャザクラで制作することもできるんですが、制作するにもギャザクラの装備を最新版にアップデートする必要があって、でそこで結局ギルがかかるので、結局どう転ぼうがギルはかかってしまいます。もちろんあなたが固定とかに入ってて弱い装備でも大丈夫だよっていう人たちに囲まれてるんだったら甘えればいいんですけど、野良で最強装備で臨んでこない人は、高難易度やるのに最強装備じゃないのこの人っていう目線で見られがちなので、それも踏まえてお金を貯めるなりなんなりしましょう。ジョブごとの最強装備、薬、食事はエオルゼアンやザバランスという海外の有志サイトでジョブごとに公開しているので、 7.4 エオルゼアンとかで検索すれば OK です。最強装備はバージョンによって異なるので、パッチのバージョン数を検索ワードに入れるのを忘れずに。例えば赤魔同士で見てみると、英語なんでちょっとわかりにくいんですけど、食事についてはアイテムレベル770のキャラメルポップコーンハイクオリティを用意すればいいことがわかります。厄介なことに薬はここには書いてませんが、 7.4 薬 FF14 とかで検索すれば出てきます。魔法 DPS である赤魔同士なら知力の方薬 G4 ハイクオリティを得れば OK ってことです。なおヒーラーはこの能力値を上げる薬に加えて単純に MP を回復するスーパーエーテルハイクオリティも買っとくのをおすすめします。なんかさっきからいちいちハイクオリティハイクオリティと言ってますが、飯も薬も純粋な上位互換であるハイクオリティ版があるので、必ずハイクオリティ版を買うようにしましょう。負けボ上こんなマークがついているのがハイクオリティ版です。なお霊式まで挑む場合、私は飯100個薬200個ぐらい買って、足りなくなったら適宜負けボで追加購入しています。5区までだったら飯20個薬40個ぐらいで十分だと思います。飯と薬は以上です。一方でややこしいのが最強装備の方。負けボで全部買えばいいって話じゃなかったのって思うかもしれませんが、そうではありません。ここからこの動画で一番ややこしい話を4分ぐらいするので気合い入れて聞いてください。偶数パッチリリース直後の強強装備は全部で5種類あります。全部通称なんですが、霊式装備、トークン装備、極装備、ノーマルレイド装備、新式装備、この5種類です。アイテムレベル的には1、2、3で4と5が同じって感じです。各装備、部位ごとに存在するので、例えば霊式装備で武器からアクセの10種類、トークン装備、ノーマルレイド装備、新式装備もそれぞれ10種類あります。極装備だけは武器の1種類だけしかありません。なのでどっちかっていうと極武器と呼ばれたりします。霊式装備はその名の通り、霊式クリアすると手に入る防具のことで、極武器は極をクリアすると手に入る武器のことです。だから最初は手に入らないってことですね。じゃあ残った中ではトークン装備が一番強いんだったら、全部トークン装備にすりゃいいじゃんって思うかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜならトークン装備っていうのはその名の通り、パッチリリース時に新たに導入される最新のアラガントームストーンうんちゃら、パッチ 7.4 だとアラガントームストーン記憶を一定個集めることでトークン装備と引き換えられるんですが、このアラガントームストーン記憶にはいわゆる週制限という制約があって、週に450個しか入手できません。なのでパッチ 7.4 リリースと同時に実装される5区を速攻攻略したいと考えるんだったら、どうあがいても週に450個しか手に入らないし、パッチ 7.4 リリースの4週間後に実装される霊式を速攻攻略したいと考えるんだったら、450個 ×4 週イコール1800個しか手に入りません。その個数の範囲内でしかトークン装備を交換できないので、結局たかだか1から 3V ぐらいしか交換できません。なのでまずアラガントームストーン記憶を週制限の範囲内で集めるだけ集めて、1から 3V ほどトークン装備と交換しましょう。アラガントームストーン記憶はエキスパートルーレット、通称エキルレで最も効率よく集められるので頑張って集めましょう。じゃあ集めたアラガントームストーン記憶をどこの部位のトークン装備と交換すればいいのかというと、さっき名前挙げたサイトエオルゼアンで確認します。 7.4 エオルゼアンでググって見つけた赤魔同士の最強装備を見るとこんな感じです。一番上が武器で、左半分右半分はゲーム内の装備画面と対応しています。英語装備名の上側に注目してほしいんですが、 I780 トーンという記載がありますね。これがトークン装備のことです。赤魔同士であれば脚、首飾り、腕輪のトークン装備と交換すれば OK っていうことです。交換に必要なアラガントームストーン記憶の個数は 825+375+375、1575個なので、週に450個しか集められない都合上、3つとも交換するには最低4週間かかります。要するにパッチ 7.4 実装から霊式までに4週間あったので、その間にフルフルアラガントームストーン記憶を集めて、脚、首飾り、腕輪を交換せえよってこのサイトでは言ってるってことですね。でもそれはパッチ 7.4 実装から4週間も期間があった霊式の話だよね。5区はパッチ 7.4 実装と同時にリリースされちゃうんだから、アラガントームストーン記憶は450個しか集められなくねってことは、脚、首飾り、腕輪3箇所も交換できなくねって思うかもしれません。はい、その通りです。このサイトはあくまで霊式実装直前ではこうなってるのがベストっていう話をしてるだけで、5区に挑む前はこんな3つも交換できない。具体的には腕輪ぐらいしか交換できないので、結局5区に挑むに際し、腕輪の部位以外は4か5を集めなきゃいけないっていうことになります。すげえ長くなりましたが、トークン装備については以上です。では4と5、ノーマルレイド装備と新式装備について紹介します。
ます。先に新式装備から言うと、これがギャザクラで作る、あるいはマケボから買える装備のことです。一方で、ノーマルレイド装備って何かっていうと、その名の通り、ノーマルレイドから入手できる装備のことです。具体的には、霊式じゃないノーマルレイド、四天のザ・アルカディアヘビー級とか、その各階層をクリアすると、装備を得るためのパーツが手に入るので、そのパーツをいくつか集めることで、ノーマルレイド装備と交換ができます。とすると、金欠の人はこう思うかもしれません。ノーマルレイド装備と新式装備は同じ強さなんだよね。で、新式装備はすごい高いんだよね。500万ギルとか。じゃあ、ノーマルレイドを鬼周回してパーツを集めまくって、ノーマルレイド装備を集めたらいいんじゃないって思うかもしれませんが、残念ながらそうはいかず、さっきと同じ話でここでも修正限っていうのがあって、ノーマルレイドの各階層で手に入るパーツは週に1個だけ。で、ノーマルレイドは1層から4層まであるので、週に4つまでしかパーツが手に入らないっていうことです。必然4つのパーツから得られる範囲内でノーマルレイド装備を交換することになります。で、どこの部位交換すればいいかっていうと、赤魔同士であれば単に I770 と書いてある部位がありますが、これがノーマルレイド装備です。要はノーマルレイドでパーツ集めて、集めたパーツを元に手と耳飾りをノーマルレイド装備にしろって言ってるってことです。で、これでようやく全部説明しきったので、赤魔同士を例にまとめると、5区に挑みたい場合、まず一番強いトークン装備を埋めよう。でも5区が実装された週はアラガントームストーン記憶が450個しか手に入らないから、トークン装備が推奨されている部位のうち、しゃあない腕輪だけ取り急ぎ交換するか。で、次、ノーマルレイドを1層から4層攻略して手に入れたパーツを元に、耳と手のノーマルレイド装備をゲットするか。で、残りの部位は全部新式装備で埋めなきゃ。そのためにギャザクラで作るか、ギルを払ってマケボで買わないとっていう流れになります。新式装備ってのは I770 クラフテッドってやつです。頑張ってギルを貯めて装備を集めましょう。装備集めの作業は終わりです。続いてマテリア装着。装備を集め切ったらマテリアをはめます。マテリアを装備にはめることで、その装備のサブステータス、クリティカルヒットとかダイレクトヒットとか色々あるんですけど、そういう上げとくと得するサブステータスをさらに上昇させられます。上昇するサブステータスごとにマテリアは存在していて、例えばクリティカルヒットを上昇させる一番強いマテリアは武略のハイアルテマテリジャ。ダイレクトヒットを上昇させる一番強いやつは天眼のハイアルテマテリジャって感じです。サブステータスの話は細かすぎるんで省略するんですが、結局何のマテリアをはめればいいかっていうと、それもさっきのサイトエオルゼアに書いてあります。英語なんでめっちゃわかりにくいんですけど、例えばこれなら頭部位の装備に武略のハイアルテマテリジャと天眼のハイアルテマテリジャをはめろっていう意味です。アルファベット3文字の対応表はご覧の通りです。54っていうのはうんちゃらのハイアルテマテリジャをはめた時にそのサブステータスが54だけ上昇することからこういう記載になっています。あくまでパッチ 7.5 の時点で一番強いのがハイアルテマテリジャであって、これもパッチが進むにつれて更新されるので、負け棒を見るなりして一番強いマテリアをはめましょう。で、ゲーム内に書いてあるマテリアの穴の数とここにはめろと書いてあるマテリアの数違うけどってなるかもしれませんが、これがマテリア禁断と呼ばれるものです。例えばこの頭装備の場合、マテリアをはめるための穴、これ確定穴とか言ったりするんですが、確定穴は2つしかありません。確定穴にはその名の通り確定でマテリアをはめられるんですが、新式装備については確定穴がないところにも最大5つになるまでマテリアを強制的にはめることができます。だからサイト上5つマテリアが書いてあるのは、確定穴2つにこのマテリアを入れた後、マテリア禁断によってこれらのマテリアを無理やり入れろと指示しているっていうことです。4つ目と5つ目のマテリアが54ではなく18になっているのは、マテリア禁断しようとした時に禁断2個目以降は1段階弱いマテリアしかはめられない仕様なので、そういう指示になっているものです。で、もともとついてる穴を確定穴って言ってるぐらいなので、禁断ではめるときは一定確率で失敗する仕様です。何個目を禁断で埋めようとしてるかにもよりますが、一番低いと成功確率はわずか 5% で、失敗するとその分マテリアは消えるので、1部位5個、それを全部位はめようとすると普通に数百個レベルでマテリアが消えていきます。マテリアは負け棒で調達できますが、ギルにすると数百万ギルから下振れすると1000万ギルぐらい持ってかれることもあります。マテリアはモブハントでも大量に入手できるので、金欠の人はモブハントするなりで頑張って禁断用のマテリアを溜め込みましょう。なお、禁断ができるのは新式装備だけで、それ以外については禁断不可なので安心です。ただ確定穴については霊式装備やらノーマルレイド装備やら含めて必ずあるので、そこにマテリアをはめるのは忘れずに、マテリアをはめるあるいは禁断するやり方がわからない人はググってください。で、ここからは試験。確定穴にマテリアを埋めるのはマストですが、5区に挑むぐらいだったら禁断はしなくていいと思います。めっちゃ金かかるし、霊式も実装してから4週とか5週とか経ってて、周りのアイテムレベルも上がってきてる状況であれば、そこにフラッと禁断していない初心者が混ざってきても多めに見てくれる人も多いんじゃないかなと思います。ただ、霊式リリース初週とかに禁断していない人がいると、少なくとも私は早期攻略志すのに禁断してないのって思うので、それぐらいの温度感であることを認識してもらえればと思います。マテリア装着の作業は終わりで、これで最強装備の準備は完了です。そしたら最後に木人討滅。14ではスキル回しの練習のために HP 無限で動かない木人が各所にいますが、それに関連して HP 有限の木人を
を時間制限内にしばき倒す木人透滅戦というコンテンツがあります。これは高難易度コンテンツごとに用意されていて、例えば木人透滅戦極グラシャラボラスとか、木人透滅戦霊式ヘビー級一層とか、そういう感じです。で、公式でこの木人透滅戦の位置づけをはっきり明示してるわけではないんですが、コミュニティの大まかな共通認識として対応するコンテンツの木人透滅戦はせめてクリアしてこいって感じになってます。というのも冒頭話した通り、高難易度には時間制限があるので、誰か一人でも火力が出せていないと途端にクリアが困難になるからです。なので各ジョブのスキル回しをググって装備を整えたら木人透滅戦に挑んでクリアしましょう。スキル回しの練習をするときはとりあえず普通の HP 無限の木人叩いて、よしいけるってなったら時間有限の木人透滅戦に挑むのがスムーズでおすすめです。ちなみにステータスを上げる薬や飯は摂取していいのかっていうと、私からあえてそこまでは言及しないので、各々の判断でやってもらえればと思います。木人の場所とか木人透滅戦の解放場所はググってください。というわけで最強装備を整えて木人倒せるだけの火力も備えたら事前準備完了。いよいよ挑戦開始です。パーティー参加まで、パーティー参加後から戦闘前まで、戦闘中、戦闘後の4つに分けて流れを説明します。まずはパーティー参加まで、最初に極あるいは霊式コンテンツを解放します。今回パッチ 7.4 で言うと極グラシャラボラス透滅戦と四天王座アルカデア霊式ヘビー級ですね。解放条件まちまちなのでググってください。解放するとレイドファインダー、解放時期によってはコンテンツファインダーかもしれませんが、いずれにせよどっちかにコンテンツが追加されます。そしたらそのコンテンツの該当するパーティー募集を見るを選択します。そうすると今募集がかかっているパーティーが一覧化されます。ここの列が募集ロールで、例えば自分が DPS である赤魔同士の場合、赤の枠、つまり DPS の枠にチェックマークがついていなければ入れそうって感じです。ただ赤の枠が空いてたとしても赤魔同士が入れるかは別です。というのも今更ですが、高難易度コンテンツはタンク2人、ピュアヒーラー1人、バリアヒーラー1人、近接物理 DPS2 人、遠隔物理 DPS1 人、遠隔魔法 DPS1 人の8人構成で行くのがスタンダードなので、もしすでに同じ遠隔魔法 DPS である召喚士や車同士がパーティーに入っていたら、そのパーティーには赤魔同士が入れないような設定にしている募集の方が多いからです。またパーティーによってはジョブ重複なしの設定にしている募集も多くて、そう設定している場合、いくらタンクが2枠あるとはいえ、1枠ナイトが入っちゃったらもう1枠はナイトが入れなくなります。いずれにせよもう一段階深いこの画面で自分のジョブが入れるかどうかをチェックする必要があります。で、じゃあ空いてるとこならどこ入ってもいいのかっていうと、そんなことはなくて、同じ目的や進捗状況の人同士でパーティーを組んで攻略する必要があります。で、同じ人同士で集まれるようにするためにあるのがここの呪文みたいな募集文です。マジでわかりにくい。ここの呪文を4種類だけ紹介します。呪文1つ目、ヨシウムの呪文です。前提として高難易度コンテンツに挑むときは、私が出してるような攻略動画や先人のクリア動画をもとにギミック内容とかそれを受けてどう動けばいいかっていうのを理解する、いわゆる予習を各自行ってから挑むのが前提になっています。ただ見学とか未予習 OK とか書いてあれば、それは予習しなくて OK。 とりあえず何も知識ないまま見てみようぜっていうノリのパーティー募集です。なのでとりあえず初見でわちゃわちゃしたいぐらいの感じだったら、そういう文言のパーティー募集に参加して楽しみましょう。なおブラインドとか書いてあれば未予習 OK じゃなくて未予習じゃないとダメという意味になりますが、主流ではない取り組み方なので詳細省略します。予習の具体的な情報取得元としては、記事で言うとゲーム8というゲームメディアがスタンダードで、動画で言うと私の攻略動画が一番わかりやすいので、もしアップされてるようであれば私の攻略動画を、なければ他の人の攻略動画を参考にしてください。ちなみにリリース直後の超早期とかだとそういった記事とか動画すらないんですが、そういう時はだいたい14コミュニティで早期攻略レース、いわゆるレイドレースが開催されているので、そういう人たちの配信を見て予習をすることになります。初心者のうちはそこまで追わなくて大丈夫です。一つ目、予習無の呪文は以上です。突然ですが宣伝。ギーナシララチャンネルは世界一わかりやすい攻略動画に加えて、公式放送の要約感想動画、コミュニティの話題を取り扱う月刊エオルゼアなど、ファイナルファンタジー14を楽しむための全てが揃ったチャンネルです。ここまでの内容がお役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。二つ目、目的別の呪文。大きく練習とクリア目的、いわゆるクリ目に分かれています。パーティー募集機能上も練習とコンプリート目的でラベリングできますが、募集文にも練習とかクリ目とか書かれていることがほとんどです。練習の方はどこのフェーズから練習したいかも一緒に書かれているのが普通で、例えば最初からって書いてあればその名の通り最初から練習、アバランチからって書いてあればそのコンテンツ、敵が途中でアバランチ的な技名を使ってくるんですけど、そのフェーズから練習したいっていう意思表示になります。アバランチからの練習に入るときは、アバランチよりも前のギミックについては完璧にこなせる状態で入る必要があります。さもないとアバランチ前で全滅してしまって、いつまで経ってもアバランチの練習ができないからです。練習したいフェーズ前のギミック対処の精度が不十分のまま乗り込んで足を引っ張ることは、俗にフェーズ詐欺と呼ばれてめちゃくちゃ嫌われる行為なので控えましょう。一方、クリ目についてはその名の通り練習ではなくクリアするために集まるパーティーで、全フェーズ通しでギミック処理もバッチリだし、かつ火力もしっかり出せてるしって自分で思う人が集まるものです。どれぐらいの精度や
や火力が必要なのかっていうのは私が指針を示さない方がいいと思うのでしません。自分がそう思うんだったらクリモクパーティーに入りましょう。2つ目、目的別の呪文は以上です。3つ目、ギミック解放別の呪文。例えば4人4人に分かれてギミック処理しなきゃいけない時に8人それぞれが思い思いに分かれていたら44で綺麗に分かれませんよね。っていう風に野良攻略の場合、ギミック処理に対して共通認識を持つ必要があります。で、大体誰かがギミック処理法を考案して X に流したり記事にしたり動画化するので、その人の名前を使って認識合わせしたりします。例えば基本〇〇水牢バツバツとか書いてあったら、水牢のギミックだけバツバツさんが考案したやつで、それ以外は基本的に〇〇さんが考案したやつでギミック処理しようねっていう意味です。大体その名前で X とか YouTube 検索すれば出てくるので、それを参考にギミック処理法を把握しましょう。ある程度リリースから期間が経つと、さっき紹介したゲーム8っていうメディアが一番多い印象です。なお、私の攻略動画はほぼ全てゲーム8に準拠して作られているので安心して活用ください。3つ目、ギミック解放別の呪文は以上です。最後4つ目、練習時間の呪文です。例えばフルタイムって書いてあったら、そのバトルコンテンツの制限時間いっぱいのこと。極なら60分、霊式ならだいたい90分のことです。あとは1飯って書いてあったら30分のこと。食事の効果時間に由来した表現ですね。1飯後 RC って書いてあったら30分だけプレイして終わったらレディーチェックをかけるので、そこで8人全員丸だったらもう30分練習しますっていう意味です。あとはクリモクパーティーにある表現として3滅とか書いてあったりする場合もありますが、これは3回全滅したら解散という意味です。いずれにせよ自分の意欲に応じてパーティーを選びましょう。4つ目、練習時間の呪文は以上です。他にもちょいちょい呪文はありますが、この先の流れの説明をしてから紹介しないとよくわかんないと思うので一旦飛ばします。パーティー募集の説明は以上です。言い忘れましたが、装備の平均アイテムレベルが一定値以上ないと入れないパーティーとかもありますが、さっき紹介した最強装備を揃えることをきちんとやっていれば基本入れるはずなので安心を。ではこれらを踏まえて目的に合ったパーティーに入りましょう。パーティーに入ったら何はともあれ元気よくパーティーチャットでよろしくお願いしますと挨拶しましょう。8人揃うまでは特にやることはないので適当に過ごしていて OK です。ジョブ変えてもいいのでギャザクラに変えて制作なり採取するのも OK です。ただしコンテンツに突入する前にはジョブを元に戻しましょう。8人全員揃ったらパーティー募集主がチャット欄にマクロと呼ばれる文章を流すか、それともストラテジーボードの共有をしてくるはずです。で、一旦マクロもストラテジーボードも説明を後に回すとして、それらが流れてきたのを皮切りに各々がチャットで役割を宣言します。というのも高難易度コンテンツではタンク、ヒーラー、DPS というロールだけではなくて、タンクの中でも MT、ST、ヒーラーの中でもヒラ1、ヒラ2、DPS の中でも D1、D2、D3、D4 みたく、さらに役割を細分化してギミック処理の際にそれぞれが自分の役割に応じて動く必要があるためです。暗黙的な取り組みとしてそれぞれ一人だけいるはずの白魔導士や先生術師などのピュアヒーラーはヒラ1、学者や賢者などのバリアヒーラーはヒラ2、遠隔物理 DPS は D3、遠隔魔法 DPS は D4、そこまではほぼほぼ確定で、2人いるタンクについてはこの動画投稿時点ではどっちのジョブが MT、ST やるかっていうのはふわっとしてるので適宜コミュニケーションを取りましょう。ただパッチ 8.0 からジョブごとに MT 向け ST 向けと役割が明確化するのであんまり懸念はありません。で、近接物理 DPS についてはどっちが D1 どっちが D2 かはふわっとしてるし、この先もふわっとすると思うんでお互い話し合ってどっち行くか決めましょう。私は赤魔同士で行くことが多いのでほぼ 100%D4 ってチャットで宣言してます。で、役割宣言をしたら今度さっき流れてきたマクロとストラテジーボードの話です。マクロっていうのは14のマクロ機能とはまた別のことを指していて、さっきゲーム外の誰かの記事や動画をもとにあらかじめ予習するとは言ったんですが、一方でゲーム内でも8人の認識合わせの拠り所にすべくどういうギミック処理をするのかチャット欄にテキストベースで表現したものがマクロです。例えば極グラシャラボラスのマクロはこんな感じ。3回するときはこの並びで3回しようねとかそういう読み方です。ちなみにマクロでは当たり前のように書かれている知らねえよ初心者そんなんて表現が2つあるので、そこだけ画面に載せておきます。ただいずれにせよマクロだと表現に限界があるので、マクロで初めて予習するというよりは外部の記事や動画をもとに予習してきた内容と今回パーティー募集主が共有してきたマクロが整合しているか最終チェックするぐらいの位置づけです。一方でストラテジーボードっていうのは用途は同じでマクロのデラックス版です。これがあるならマクロいらなくねって思うかもしれませんが、まあその通りで、ストラテジーボードは2026年に実装された機能で、マクロはストラテジーボードがなかった頃の名残です。いずれにせよマクロかストラテジーボードでパーティー募集主からギミック解放の共有がなされるので、自分が予習してきた内容と一致しているかチェックしましょう。しばらくマクロやストラテジーボードをチェックしていると、パーティー募集主からレディーチェックがかかると思いますが、チェックが終わってから丸を選択しましょう。ここで他の人を待たせるからとか焦ってふわっと丸を押して、万が一認識相違があった時にそこに気づかないまま何トライかして全滅してロスする時間の方がはるかに無駄です。これができていない人がマジで多すぎるので、チェックが終わってから丸を選択しましょう。ここまで完了したらいよいよ突入準備完了でバトルコンテンツに突入します。突入後はまず8人のうち誰かがフィールドマーカーを置いてくれるはずです。これはギミック処理をするときに
目印として使うものです。設置されているフィールドマーカーの情報を自分が持っていなければ、他人が設置した情報をパクって保存できるので、ありがたく頂戴しましょう。続いて飯を食べます。以降戦闘中飯は切らさないようにしましょう。なお薬については練習パーティーの終盤フェーズや栗目のパーティーになってから使うことが多いので、最初から使わなくても大丈夫です。続いてパーティーリーダーがカウントダウンを始めるので、カウントが0になったタイミングでボスに攻撃が入るように殴りかかって戦闘開始します。なおパーティーリーダーがカウントダウンせずに MT さん進行お願いしますみたいな感じで、パーティー募集主が MT に、進行っていうかカウントダウンをお願いする場合もあります。個人的にはパーティー募集主が常に進行した方が合理的だと思うんですが、カウントダウン機能がなかった時の名残らしくそういう文化が残っているので、もし自分が MT でパーティーリーダーからお願いされた時はカウントダウン機能を使ってカウントしましょう。秒数については野良だと16秒からカウントダウンすることが多いので、とりあえず16秒に設定しておけば大丈夫です。もし21秒欲しいとかそういう求めを受けたら受け入れてあげましょう。ではボスに殴りかかったところで、ここからは高難易度コンテンツの戦闘中に気をつけるべきことをサミダレでご紹介します。まず全ロールに共通すること、リミットブレイクを使えるようにしましょう。スタートアップ動画で触れなかったので紹介すると、パーティー全体で共有するリミットゲージを一定値以上貯めることで発動する必殺技のことです。発動効果はタンク、ヒーラー、近接 DPS、遠隔物理 DPS、遠隔魔法 DPS ごとに共通です。高難易度においては基本的にリミットゲージを3本貯めてから打つのが基本で、練習フェーズにおいては被ダメージを大幅にカットするタンク LB さんや戦闘不能をまとめて復活させるヒラ LB さんが超有用だし、振り目のフェーズにおいては敵に大ダメージを与える近接 DPS の LB も大事です。使い時なのにホットバーに LB 登録してなくて使えませんでしたなんてことにならないよう注意。次、生還バフの使用を理解しましょう。戦闘不能から蘇生直後5秒間は生還バフがついて一部を除いてあらゆる攻撃が受け付けなくなりますが、アクションするとこのバフは解除されます。攻撃スキルはもちろん、例えば軽減スキルとか、あとはスプリントとかそういうアクションでも全部解除されてしまいます。なのであるあるなのが、例えば死にました、 HP ミリで蘇生されました、やべえみんなのところに早く戻らないと、スプリントボタンポチ、生還バフ解除、直後敵からの攻撃ですし、最初のうちはこういうミスをしがちです。スプリントを使わずに移動する分には大丈夫なので、蘇生直後ヒーラーが自分の HP を回復してくれるのを待ってから、あるいは蘇生直後に来る全体攻撃とかを一旦生還バフの無敵でしのいでからアクションスキルを使うようにしましょう。次、軽減スキルをちゃんと使いましょう。高難易度の敵からの攻撃は基本的にとても痛くて、誰も軽減スキルを使わないと全体攻撃で一撃死なんて場合もザラなので、タンクで言うとリプライザルとか、物理 DPS で言う牽制、魔法 DPS で言うアドルとか、通常難易度のコンテンツだとおろそかになりがちなスキルも積極的に使っていきましょう。ちなみに軽減スキルはいつまでに使えばいいかっていうと、一部例外はあるっぽいんですけれども、基本的には敵の A 勝バーが溜まりきる前までに使っていれば軽減が効くはずです。続いてタンクロールの注意事項、必要に応じて今言った軽減スキルを使うタイミングを話し合いましょう。例えば2人いるタンクが同じ攻撃に2人ともリプライザルを使ってしまうと、片方が無駄になってしまうので、コンテンツ突入前の役割宣言の時に MT 全体攻撃にリプ入れますとか、リプライザルを入れるタイミングについて合わせて宣言したりすり合わせる場合もあります。もし相手がそう言ってきたら、例えば自分は全体攻撃以外の痛そうな攻撃にリプを入れるようにするとかですね。この辺のやり取りは初心者だと結構しんどいと思うので、よくわかんねえってなったら素直に経験が浅いことをゲロった上で、どうすればいいか相方のタンクに聞けば OK です。次、無敵スキルを使いましょう。今言ったような軽減スキルを温存するため、タンクではタンク強攻撃を受けるときに軽減スキルを一切使わない代わりに無敵スキルを使って攻撃を受ける場合があります。コンテンツによっては敵の何回目の強攻撃をどっちの無敵スキルで受けるかとか話し合う必要があったりするので、事前に予習した内容とか相方タンクが喋ってきた話に応じて適宜相方と話し合いましょう。次、タンクスイッチができるようになりましょう。高難易度コンテンツではタンクめがけて、例えば連続で被弾すると即死する2段攻撃とかが来たりするので、そういう時は敵視をもう一方のタンクに移し替える行為、いわゆるタンクスイッチを通じてタンク2人が一発ずつ食らうようにする必要があります。具体的な手順としては、ボスがいかにも一方のタンクめがけて該当する攻撃の詠唱を始めてきたら、まずもう一方のタンクがボスを挑発して自分への敵視を最上位にした後、さっきまで狙われていたタンクがもう一方のタンクにシャークし、自分に向けられていた敵視をもう一方へさらに上乗せさせることで、確実にボスの2発目の攻撃だけをもう一方のタンクに向けさせることができます。まあスイッチができるようになろう言っても、実際そのスイッチが必要な機会が訪れないと練習できねえよって感じなので、そういうのが高難易度だとギミックであったりするっていうことだけを認識した上で、いざそういうもんが来たら練習させてもらいましょう。タンクの注意事項は以上です。ヒーラーと DPS の注意事項は大したことなくて、まずヒーラーについてはちゃんと攻撃もしましょう。特に高難易度初心者だと最初はヒールだけで頭いっぱいになると思いますが、ヒーラーもきちんと手が空いた時に攻撃スキルを打たないと要求火力が厳しくなります。攻撃をサボらないようにしましょう。最後 DPS については殴るだけではあるんですけれども、さっき言った軽減スキルだ
だけではなくて、ジョブによってはある回復スキルとかバリアスキルなど、タンクやヒーラーの負担を軽減するためのスキルも積極的に使っていきましょう。遠隔 DPS の場合、ヒーラーから離れすぎるとヒールをもらい損ねる場合があります。しかもそれってなかなか気づきにくいので、あれ ?HP 自分だけ回復してなくねとか思ったら、ヒーラーのせいにする前に、まず自分の位置取りがまずくないか振り返りましょう。ロール別の注意事項は以上です。戦闘中、例えばヒーラーが2人戦闘不能になって、キンキン全滅することが確定した場合とか、誰かがワイプでとかチャットする場合があります。これは意図的に全滅してくれという意味なので、回収から落ちるなりして早めに全滅しましょう。全滅してリスタートするときはミスった人が自己申告して、他の人がドンマイとか言ったりするときもあれば、無言のままポンポントライ数重ねるときもあるので、パーティーの雰囲気に応じて適当に進めましょう。ただし、確認が必要になったときは絶対に声を上げましょう。例えば、あれ自分が知ってる解放と違う動きをしてる人がいるんだけど、とか、やばい、ここのギミックの動き方もう一回動画見て確認したいかも、とかそういう時ですね。また、全滅を繰り返している時とかにギブアップ投票が出る場合があります。これが出たっていうことは、8人のうち誰かが、このパーティー無理だからもうやめたいと音を上げたものです。自分の感情のままに賛成か反対か決めましょう。多数決で続行有無が判断されます。で、続いてクリアまで至れた場合の流れ。通常のコンテンツと同様宝箱が出てくるんですが、極か霊式かによって動きが変わるので分けて紹介します。まず極の場合は何かのジョブの極武器そのものとか、極武器のチェストとかマウントとか、そういったものが報酬として出てきます。何かのジョブの極武器そのもの、これを極武器が直接ドロップしたという意味で直ドロとか言ったりしますが、直ドロはそれを装備できるジョブの人、つまりニードできる人が優先的に獲得するのが一般的です。で、一方で武器箱とかマウントとかは真っ向勝負。ニードしてロット勝ちを祈りましょう。もしここで武器箱を獲得できなかった場合でも、実は全員しれっとうんちゃらのトーテム像というアイテムを1個か2個獲得していて、それを10個集めることでも極武器と交換ができます。要するに運が良ければ直ドロや武器箱で一発で極武器が手に入るし、運が悪くても最悪同じ極を何回かクリアすれば、トーテム像の蓄積で必ず極武器が手に入るということです。これが極の場合。一方で霊式の場合は1層から4層の階層に応じて部位別のチェストが報酬として出てきます。これがいわゆる霊式装備と呼ばれるもので、霊式実装時点では最強装備です。これも極と同じくロットで真っ向勝負することになります。ただロットに負けても全員にうんちゃらの談笑第何編というアイテムが必ず1個手に入っていて、この談笑を何個か集めることでも霊式装備と交換できます。極と同じで運悪くロット負けが続いても何回かクリアすれば必ず霊式装備が手に入るっていうことです。ただ極と違うのが、極はその場で何度クリアしてもトーテム像が手に入った一方、霊式は同じ階層をクリアしようが週に1個までしか談笑獲得できません。で、談笑から霊式装備の交換レートは最低でも3対1。なので談笑を貯めて霊式装備を交換するっていうのは2週目、3週目と何週かにまたがってからようやく初めて交換できるっていうことです。ケチですね。で、さらにここがとても大事な話。霊式の場合、ロットで真っ向勝負するにしてもよくあるルールが2通りあって、それが振りロと左取り抜けというルール。パーティー募集文で事前にどっちにするか書かれてるはずです。振りロは今まで通り全部ドバーッとニードするものです。運が良ければ全部もらえるし、何ももらえないこともザラっていう感じ。一方で左取り抜けというルールは、まず全員が一番左のチェストだけをニードかパスをして、誰かが獲得したらその人は直ちにコンテンツから退出する。で、残った人で次、左から2番目のチェストだけをニードかパスをしてっていうのを繰り返す方式です。こっちの形式だとクリア1回につき運が良くても1個しかチェストを獲得できない一方、少なくとも1個手に入る確率はフリロよりも上がります。フリロルールよりも分散が少なくなる分、どっちかっていうとこの左取り抜けルールの方が人気です。で、この左取り抜けルールの時に絶対やってはいけないことがあって、一番左をロットしなきゃいけない時に、それ以外のアイテムを先にロットしちゃう行為、いわゆる先ロットという行為が NG。なんでこれがダメなのかっていうのは画面表示で留めておきますが、ともあれ誤って先ロットした人は、その場で退出をさせられたり、人によっては即通報するレベルの NG 行為なので、やらかさないように注意しましょう。その週一度でも例えば一層クリアすると、その週の間はこいつ一層クリア済みっていうフラグが立ってしまって、その週中は再び一層クリアしても談笑は出ないし、パーティー全体の獲得報酬も減ります。なので一回一層クリアしたら、その週は一層ではそれ以上装備強化ができないので、おとなしく次の2層にチャレンジすることになります。さっきからその週とか言ってますが、トームストーンの週制限といい、この霊式のクリアフラグといい、1週間は火曜17時が基準になっています。なので次週の火曜17時までは全力で霊式のより深層を攻略していく感じになります。ここまでが1週間の攻略の流れです。最後に翌週火曜17時、つまり2週目を迎えた時の動きをご紹介。まずトームストーンの450個週制限が解除されるので、再びエキルレを回すなりしてアラガントームストーン記憶を集めてトークン装備を獲得して装備をさらに強化しましょう。続いて個人的には大嫌いな仕様なんですが、霊式の場合はまた1層からやり直しになるので1層またクリアしましょう。例えば前の週に1層クリア済みで2層に挑戦中だった人は週をまたい
で1層に戻された時に1のみ消化という募集文でパーティー募集を立てるし、1層から2層クリア済みで3層挑戦中だった人は1、2消化みたいな感じで募集を立てるので、自分が該当する募集に参加しましょう。こんな感じでトークン装備や霊式装備がちまちま世に出回ってくるので、要求火力量や要求ヒール量が減って難易度が少しずつ緩和されていくという仕組みです。なお消化についてはパーティー募集への参加ではなく、レイドファインダー機能を使うのもありです。それと話変わりますが、ノーマルレイドの4層だけは最低7週間は毎回クリアするようにしましょう。ここまで来たらノーマルレイド装備いらなくね？なんで周回する必要あるの？と思うかもしれませんが、ノーマルレイドの4層だけはクリアするたびに週に1回だけ特別なアイテムが手に入って、それが後々7個必要になってくるためです。何に使うのかは後ほどご紹介します。以上、バカ長くなっちゃいましたが、偶数パッチにおける極霊式の挑戦の流れをご紹介しました。最後にここまでで紹介しきれなかった事項を6点ほど補足します。補足1、パーティー募集文の呪文の残り、紹介しきれなかったやつを紹介します。MT 締め！これはすでにパーティーに入ってる人が MT やるから、後から入ってくるタンクの人は ST やってねという意思表示です。マクマカ×募集主はマクロもフィールドマーカーもないから認識してね、あるいは誰かちょうだいという意味です。罪1、この階層今週クリア済みが1人混じってるから、このパーティーでクリアしても報酬減るよ、それでも良ければ入ってねという意味です。罪丸罪×今週クリア済みの人でもパーティーに入っていいよ、あるいはダメだよという意味です。8人全員が今週クリア未済でないと霊式装備が最大数ドロップしないのもあって、明記がない場合は基本的に全部罪×と認識した方が無難です。ただ人によっては霊式装備のドロップはもういいから談笑獲得目的でとっととクリアしたいっていう人もいるので、そういう人が罪丸とか明示してクリア済みの猛者を集めることがあります。談笑パーティー、これも罪丸とほぼ同じで、霊式装備のドロップはもういいから談笑獲得目的でとっととクリアしようぜって人がクリ済みの人も含めて募集するときに談笑パーティーと称したりします。倒しません！その名の通り倒せる状態まで持っていっても倒さないでねという意味です。なんでそんなことをしたがるのか謎だと思いますが、例えば固定パーティーを組んでる人が固定の練習時間外に野良に潜って練習する時があります。たださっき言った通り1回クリアするとその週はクリアフラグが立ってしまって、同じ週で同じ階層を潜っても報酬が出なくなっちゃうので、クリア自体は固定パーティー内でしなきゃいけない。でも野良で練習したいっていう人がこういう募集を立てる時があります。この募集の中では絶対にクリアしてはいけません。種学着替えか、これは一例で、この場合はパーティー募集主は学者に着替えられるよという意味です。例えばパーティー募集上はすでに白魔導士が入ってる時に、普通だともうピュアヒーラーである白魔導士や先生術師はいらんっていう状態になりますが、もしこう書いてあったら、あ、すでに入ってる白魔導士の人は学者に着替えられるんだとみなして白魔導士や先生術師の人もパーティーに入ります。箱傭兵500万、クリア時に出てくるチェストを全部パスしてください。そうしてくれたらパーティー募集主があなた方に1人当たり500万ギルあげるという意味です。要するにパーティー募集主が箱を総取りするために他7人が傭兵となってクリアしてあげるので、こういう表現になってます。ちなみに14の規約上こういう募集をすること自体は問題ありません。ただし傭兵側が2000万ギルで4層クリアさせてあげますよで募集を出す行為は禁止されているので注意しましょう。 JP オンリー、日本語喋れる人だけ入ってきてねという意味です。あとはパーティー入ってきたら好きな寿司ネタを言ってねで募集文に書いてあるのも、その実は日本語を喋れる人がチェックしてたりします。コミュニケーションが取れない外国人が多いと考えてる人がこういう書き方をして牽制をしています。外国語話者でも定型文機能を駆使して日本人と立派にコミュニケーション取ってる人はいるし、逆に日本人でもコミュニケーション取らないやつは取らないから、個人的にはあまり好きではない募集ではあるんですが、事実そういう募集もそこそこあるので紹介しました。入れ替えあり、下手くそは途中で抜けてもらいますっていう意味です。ギスバツ、ギスギスしないでねっていう意味です。爪、暇つぶし、クリアできるのは大前提で、乱暴に言うと火力を超出すための練習パーティーです。初心者は入ってはいけません。NG、箱、その他、武器希望性、霊式4層だけに見られる募集文です。霊式4層は1層から3層と比べてドロップする報酬がやや特殊で、極と同じように特定ジョブの霊式武器、霊式武器箱、その他もろもろがドロップします。この時、1をニードできる人、1をグリードしたい人、武器箱欲しい人、その他が欲しい人の順番で取り抜けしていこうねっていうルールが NG 箱その他です。あとはパーティーに参加した時に自分の今のジョブに限らず霊式武器が欲しいジョブを一つだけ上げてクリアした時に幸運にもそれが直ドロしたらその人が直ドロした武器をもらえるようにするのが武器希望性というルールです。ここは書き方が微妙にばらついてたりするのでパーティー募集入った時によくわからなければ都度確認するようにしましょう。以上紹介しきれなかった募集文の呪文でした。これに限らずっていう記載があったらパーティー募集主とコミュニケーションを取りましょう。補足にトークン装備の強化についてここまで強い装備順に霊式装備、トークン装備、極武器、ノーマルレイド装備、新式装備の5種類を挙げましたが実はもう1種類あって、それがトークン RE 装備。週に450個しか取れないアラガントームストーン記憶を必死こいて集めてトークン装備を手に入れた後たまたま霊式でロット勝ちして同じ部位の霊式装備を手に入れちゃったら嬉しいっちゃ嬉しいんだけどよりによってこの部位かよって気もしますよね。実はトークン装備は
別途専用のアイテムを使うことでトークン RE 装備に強化できて、しかもトークン RE 装備は最強装備である霊式装備と同等です。つまりこれも最強装備の一角になります。なので左取り抜けのロットルールとかの時は、俺もう首飾りの部位はトークン装備あるから首飾りの霊式武器のチェストいらないや。万が一首飾りのチェストもらっちゃったら退出しなきゃいけなくなっちゃって他のチェストを獲得できなくなるからパスしようという判断をすることもあります。てか基本そうします。じゃあトークン装備をトークン RE 装備に強化するためのアイテムはどうやって手に入れるのかっていうと、霊式2層でドロップする〇〇の効果薬、霊式3層でドロップする〇〇の強化繊維というアイテムがまさにそれです。効果薬が装備欄右半分のアクセを強化するもの、強化繊維が装備欄左半分を強化するものです。なので例えば自分が首飾りのトークン装備を持ってるときは効果薬を狙いに行って無事獲得できたら交換してトークン RE 装備を得ましょう。ここまでが武器以外の話です。で、武器だけはもう一段階ややこしい話があります。ここまで武器についてだけは、まず極に挑む前に新式武器を手に入れて、で極をクリアして極武器を手に入れて、最終的に霊式4層をクリアして霊式武器を手に入れるっていう流れしか紹介していません。他の部位と同じようにアラガントームストーン記憶を集めて手に入れるトークン武器と、それを強化して得るトークン RE 武器はないのかって感じなんですが、ちゃんとあります。ただ入手方法がトークン装備と微妙に違くて、バージョン 7.4 の場合アラガントームストーン記憶500個に加えて汎用規格トームストーンというアイテムが必要です。似た名前はしていますが全然別物です。汎用規格トームストーンの入手方法は2つで、1つは霊式2層でドロップするのでそこでロットに勝って入手する方法、もう1つはノーマルレイドの4層をクリアして得られるアイテム7個で交換して入手する方法です。さっきノーマルレイドの4層は7週間毎週クリアしようと言いましたが、それはこの汎用規格トームストーンを入手して、ひいてはトークン武器を入手するためってことだったんですね。で、さらに霊式3層で手に入る〇〇の強化薬でトークン武器をトークン RE 武器に変えるっていう流れです。アイテムレベルを見ればわかるんですが、なぜか武器だけは強さが霊式武器イコールトークン RE 武器ではなく、ほんの少しだけ霊式武器の方が強いです。だから武器だけは最強を得たいのであれば霊式4層クリアがマストってことですね。以上、これでようやく全て装備の説明ができました。全部言語化して改めて思ったんですが、複雑すぎるだろ。パッチ 8.0 でどれだけ変わるのか見ものです。補足3、過去コンテンツや換算期中の調整についてコンテンツ紹介動画と被るのでさらっと説明に留めますが、過去の高難易度コンテンツであれば当時のレベルよりも高レベルで挑める制限解除オプションが使えるので、おしゃれ目的で過去コンテンツの装備を集めたいとかマウントが欲しいとかであれば制限解除を使ってサクッと集めましょう。当時に近い難易度でひりつきたければ加減アイテムレベルによる参加や超える力無効化のオプションにチェックを入れましょう。この動画投稿時点みたく高難易度コンテンツとして換算期の時はパーティー募集機能を使ってもなかなか募集が立たないので、公式のコミュニティファインダーやザ・ロードストーン上で募集を探すか、あるいは自分で募集しましょう。補足4、計算機や電卓についてロドストの固定パーティーの募集文上しばしば計算機を使うことに抵抗がない方という謎の表現をしていることがあります。ここでいう計算機とか電卓っていうのは戦闘中の DPS を可視化するある外部ツールの隠語を指していることがほとんどですが、 QA 動画でも触れた通り14は外部ツールの使用が一律禁止されていることをこの場でも改めて念押ししておきます。本当は話題にするのも微妙だと思ってる一方で、何も知らない初心者からしたら困惑してしまう表現だと思うので存在だけ紹介しました。補足後、 FF ログズについてよく自分の火力をピンクとか紫とか色で表現する人がいたり、固定パーティーの面談で急にあなたは灰色だから採用見送りますって遠回しに言われる人がいると聞きます。何が起きてるのかっていうと、自分が14の各コンテンツでどれだけ火力を出しているのかっていうのを色とパーセンタイル表記で可視化する非公式のサイトがあって、このサイトを参照して言ったり言われたりしているものです。この FF ログズっていうサイトがとても厄介で、たとえ自分がそのサイトを利用していなくとも、自分が過去パーティーを組んだ8人のうち誰か1人が自分の火力のレベルを確認したくて FF ログズに14のログ情報をアップロードすると、芋づるで自分以外の7名のログ情報までアップロードされてしまって、8人それぞれの火力のレベルがサイトで表示されてしまいます。なので自分が一切主体的に登録していなくても、気がついたら自分の火力レベルがサイト上可視化されてしまっていて、それを見た他人が例えばお前の火力はハイだなつって評価しちゃってるっていう構造です。一個人の意見としては、このサイト自体は外部ツールではない認識の一方、誰がどう見たってデリカシーのない仕組みで他人を不快にさせるリスクが高く、現に嫌ってる人も多いという意味では話題化含めて取り扱い注意のサイトですが、このサイト上の情報を理由に固定断られたって初心者もちょいちょいいるので、やっぱり周知はした方がいいと判断しまして紹介しました。補足6、高難易度挑戦ワンポイントアドバイス。最後に高難易度4年やってきた私から一つだけアドバイス。この動画
動画でもちょいちょい思想出してますが、とにかくコミュニケーションを取りましょう。相手が言ってることが分かんなかったら素直にゲロってもう一回聞く。結論が出てないのにふわっとレディーチェックが入ったら、これってどうなったんでしたっけって確認する。ミスったごめんって気持ちがあるんだったら、心の中でそう思うだけじゃなくて、すみませんってチャットをする。今のってミスったの俺？なんかお前説あるけどって思ったら、あれ私ミスりましたとかそれとなく探る。こういう動きさえやってればなんとかなります。誰かが疑問点や不明点を話した時に、自分もそこよく分かってなかったとか、自分もおかしいと思ってたって後出しでチャットする人がめちゃくちゃ多い。ふわっとしたまま全滅を繰り返して時間をロスするのは時間の無駄なので、しっかりコミュニケーションを取りましょう。以上、高難易度コンテンツの解説でした。2027年のパッチ 8.0 で色々と変わる部分もあるでしょうし、その時にもアップデートかけます。先輩非課線の方、補足や訂正、あとは高難易度挑む人へのアドバイスあれば、ぜひコメントください。アップデートする時にも反映させます。今後も14の初心者向けの情報や、高難易度の世界一わかりやすい攻略動画を出して、あなたがクリアの喜びを味わう助けをしますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒頑張ってください。